GQ ジャパンをご覧の皆様、こんにちは。A-Witch です。10 Essentials。私にとってなくてはならない10個のアイテムを紹介します。I don't think you're ready for this. Let's go. 最初のアイテムは Nails。なんかネイルが取れてる時とかはめっちゃ気分が乗らないっていうか、人の話とかも聞けなくなる。ちっちゃい頃からボンドをこうやって爪にぷくって乗せて、そこにビーズとかを入れて固めるみたいな。で、私のなんかシグネチャーというか、いつもやっているネイルがゴールド。今私がネイルしてもらっているところでは、この色を A-Witch ゴールドって呼んでもらってて、私がインスタとかで上げると A-Witch ゴールドにしたいっていう子たちがそこに来るそうです。アクセントをつけるためにじゃん、ネイルシール作りました。今こうやって A-Witch って書いてありますとか、こう洗脳 A-Witch クイーンダムとか自分で遊べるように作ったんですけど、武道館のマーチとしてみんなにもちょっとこれで遊んでもらおうって思って、武道館にはみんなこれで来てくれてました。次のアイテムはじゃん、ゴールドで、なぜゴールドが好きかっていうと、大好きな小説があって、アルケミストっていうんですけど、錬金術師に最終的に会うっていう小説なんですけど、錬金術師と少年の会話の中で、じゃあ鉛をどうやって金に変えるんですかみたいな。金は金属が成長した姿だ。だから何かに成長してほしかったら自分が成長しなさい。そのシーンがめちゃくちゃ好きで、そのリマインダーとして金を身につけてます。なんかもらったものとかお母さんからのお下がりとかが多いですね。金ってめちゃくちゃ柔らかくてグニャってなっちゃうんですよ、すぐ。でもそのグニャってなったものとかがなんかちょっと好きだったりするんですよね。グニャグニャってなってる金。この指輪のセットはなんかもう私のいつものセットです。手だけこう見ると絶対 A-Witch ってバレる。だからいつもなんか今日見られたくないなと思ってこうまず爪を隠す。次のアイテムはフルーツです。Smells so good。嬉しくなりません？この色と香りで、パイナップルに関しては私インテリアとしていつも家に置いてます。あるだけで本当にマジで華やかになるんですよね。だからいつも用意してもらってます。フルーツをそのまま、その方が気分が上がるし。でもこういうフルーツって動物に食べてもらうことで自分の生息範囲を広げるために植物が作り出した罠っていうエロスを感じるんですよ。食べてもいいですか？美味しい。似合うでしょ。しかも南国育ちなので果実が似合います。次のアイテムは美味しいハブ酒です。ハブ酒は昔から沖縄にある飲み物で、泡盛にハブを漬け込んでハブの持つ栄養素をお酒の中に抽出させた飲み物です。私そのコンセプトが好きすぎて自分で今ハブ酒を作っております。だからサンプルって書いてあるでしょ。A-Witch のサインのハブ酒。It's not tequila, it's not Jaeger, it's not whiskey, it's habush. 13 kinds of herbs。 13種類のハーブも入ってるんですよ。でめちゃくちゃ美味しい。でアルコールも超高い、35度。めっちゃ楽しい気分になります。みんなから言われることがちょっとエッチな気分になるっていうか、需要競争として昔から飲まれてきたんで精力アップ。やっぱハブってめっちゃ猛毒だし、それを取って健康食品として使っちゃうっていう、そのうちなんちのしたたかさがめちゃくちゃ好きで、誰か飲んでみてください。美味しいよ。はい、どうぞ。沖縄の言葉で乾杯、はい、カリーって言うんですけど、カリ美味しいでしょ。めっちゃうまいですよ。でしょ。後で皆さんにも
みんなでこれ開けましょう次のアイテムはクリストルズ、石が好きです。石が好きになったきっかけはチャキズルーです。これをチャキさんからもらったかな。こういう原石系の方が好きです。1秒間に1テラ回振動してるって言われてる石です。テラヘルツだからこれをなんかこうやってマッサージとかに使う。これは娘からもらった石です。こんなのが自然にあるのに分かりますか。さっきの金と一緒でこうなんか成長していく過程に今こうなってる、今はこういう形をしてるって考えるとめっちゃなんかこう感慨深くなる。今巡り合ってこういう形で存在してるもの同士仲良くしようやみたいなそういうなんか進化みたいなの多分好きなんですよね私。松ぼっくりとこれアンモナイトの化石でフィボナッチの法則っていう植物とか動物とかが成長する時に使われてる数式、それを見るとなんか進化とか成長とかにこう思いを馳せることができるっていうかで私も成長しようって思えるっていうか。次のアイテムはキャンドルです。なんかこうやってなんか1個のろうそくにつけて細いものにつけてつけたろうそくでこうやって光を増やしていく、それがめっちゃリラックスできるんですけど、私サピエンス全史っていう本がめちゃくちゃ好きで、人っていう種が火を操れるようになったから太陽の動きにとらわれず物事が見えるようになったり、食べられないとされてきた食物を火で加熱することにより食べられるようになったことで他の動物よりも腸間が短くなってそのエネルギーを脳みそに費やすことができるようになったおかげでインテリジェンスが発達したっていう話があって、自分たちのフィジカルデザインよりも大きな何かを成し遂げることができるようになったっていう話があって、その話がめっちゃ私は好きなんですけど、キャンドルを灯すことによって人間ってめっちゃすごいなって思うし、でもこういうものの力を借りなかったら全然すごくないみたいな、家でこうやって過ごしてます。怪しいでしょ。次のアイテムはインセンス。煙が好きで落ち着くっていうか形合ってないものみたいな、それがなんかこうちょっと憧れるというか、その香りもめっちゃ好きです。こう香木みたいなこのパロサントも好きです。でも今私の一番フェイバリットは私の沖縄の仲間たちが作ってるこのビッグノットブラックフレーバーっていう種類のインセンスがこれなんですけど、めっちゃいい匂い。強い匂いっていうか男性っぽい匂いなのかもしれないですね。それに包まれたいみたいなつけるタイミングはやっぱ夜に思いを馳せたい時にやっぱつけますね私は。キャンドルとクリスタルとインセンス、この煙が揃えば瞑想できます。次のアイテムはヘアゴムです。髪がめちゃくちゃ長くて多いんですけど、まとめたり下ろしたり一日の中でも何回もやる方で、これで手首に輪ゴムがついてないとないみたいな、今日ないみたいな気分が落ちます。で普通のちっちゃいヘアゴムだとダメなんですよ。こんぐらいの太さで長いものを二重にして結んでいくみたいな、自分で作ってます。じゃん、業務用の長いゴムを、しかもこのぐらいの太さがいいです。こうなるぐらい、あるいは3つ折りにしてこうできるぐらいにやっていつも持ち歩いてます。その正体はこの業務用ヘアゴムでした次のアイテムは炭酸パックです。小さい頃からずっと沖縄の灼熱の太陽の下で何にも気にせずに遊び回っていたっていう代償を取り返すというか、それにめちゃくちゃ役立っているのがこのエカトの炭酸パック。2つのパックが入ってて、この中でこうやって2つ混ぜるんです。
顔にこう厚めに塗って1時間置くんです。炭酸ガスがこうやって発生されて肌に負担をかけた上で自然治癒力を引き出す。なんか私の性格上修行させて強くするみたいなそれがちょっと好きなんで、大事な撮影とかライブ前にやったりもしてます。基本的にめちゃくちゃめんどくさがり屋なんでシンプルに生きようとしてます。私はこれはめっちゃ推し。他の推しがあったら教えてください。次のアイテムはノートです。リリックもそうだし、思いを馳せるときにどういう発見があったのかとか記録するためにノートを使ってます。今まで誰も思いつかなかったようなパンチラインが生まれる時ってなんか自分だけにある聖域みたいなのを確保することで生まれてくる思いとか言葉ってあるんじゃないかなと思っていて、私が何を思ってるのかとかは後悔しないようにしようかな。フォーマットはどっちみちあんまり大事じゃなくて、その中にあるデータが自分とは何かとかどういうことで喜んだり悲しんだりしてきたんだろうとか、そういうのを知りたい時に自分のデータを振り返る。私にとってはそれが一番のエッセンシャルなのかもしれません。私の10 Essentials いかがでしたでしょうか。個性的というかちょっと怪しいかなって思う部分もあるんですけど、でも私はそれで助けられているので、自分にとって大切なもの何でもいいから大事にして見るきっかけになればいいなと思いました。My 10 Essentials エイウチでした。ありがとうございます。 Peace。